皆さんこんにちは。今日はこれらのお菓子の話をします。切らないで。案件動画ですが、わあ美味しいじゃなくて、勉強になる、ためになる話をします。というのも、今回の桜子のテーマはワンダーズ・オブ・埼玉。私、埼玉の出身です。そして東京トリートのテーマはマウント富士スナックベンチャー。私、富士山に登ったことがあります。そしておととい、富士山に行ってきたばかりです。そんな話をいろいろするので、最後まで楽しんでいってください。突然ですが皆さん、ダサい玉って聞いたことありますか？埼玉をバカにするときに使う言葉です。ダサいと埼玉を組み合わせた言葉です。ダサいというのは、かっこ悪いとか田舎っぽいという意味です。埼玉は東京の隣にあります。だからつい東京と比べてしまう。そうすると東京ほど都会じゃないのでダサいわけです。だからダサい玉。ちょっとこれ見てください。彩の国って書いてあります。そしてここにも同じ漢字が使われています。この漢字は訓読みだとあやとか彩りと読んで、色がたくさんあって綺麗という意味です。音読みは彩。埼玉の彩と同じ音ですね。彩の国埼玉っていうのは埼玉県が作ったキャッチフレーズです。そう、わざと同じ音でいい意味を持つ漢字を使って埼玉県のイメージを良くするために作りました。ダサい玉というとなんか本当に嫌なイメージがあるんですけど、彩の国埼玉っていうといいイメージだなと思います。埼玉に行くといろんなところに彩の国埼玉って書いてあるので探してみてください。きっとすぐに見つかると思います。これだるまさんって言います。だるまさんはお願い事をするときに使います。願い事をしながら左目に目を描きます。今これ目が入ってないんです。で、願い事が叶ったら右に入れます。じゃあ願い事をしてみましょう。10万回再生されますように。10万回この動画が再生されたら、こっちに右目を入れますね。これは牛乳鈴カステラ。鈴ってわかりますか？ドラえもんのここについてるの鈴なんですけど、こういう形してますね。これが鈴です。こういうふうな雷おこし。このイラストがこれ雷なんですよ。こういうのはよく祖父母の家、おじいちゃんとかおばあちゃんの家にあるイメージがあります。そして、これ落雁と言います。何でできてるかわかりますか？もう砂糖です。砂糖と着色料。これ赤と白にしてます。これ紅白って言って、おめでたい色です。これは口の中に入れると溶けます。昔のお菓子っていうイメージです。これは大福ですね。うちの子が大好きです。周りがもちもちしてて、中にはあんこが入っています。皆さん、あんこはお好きですか？あんこは小豆からできてます。これチョコレートだと思って食べると全然違う味がするので気をつけてください。このもなかっていうのも中にあんこが入ってます。これはかりんとう。これも昔からあるお菓子です。これ見た目が嫌だっていう話を聞いたことがあります。何に見えますか？大丈夫。美味しいです。で、さっきのこういう昔からあるようなお菓子、これらとか、こういうのは浅草とかでも売ってます。で、こういう大福はコンビニでも売ってます。桜子にはいつも工芸品が入ってるんですけど、今回はお箸です。これ、若さ塗りの箸です。若さ塗りっていうのは、こう、ちょっとキラキラした感じの塗り物です。若さ塗りは福井の名産です。だからこれだけ埼玉県のものではないんですけど、
私の夫は福井出身なので、ちょっと埼玉と福井のコラボに親近感を覚えました。では次、東京都立行ってみましょう。マウント富士なので、まずは富士山に登った時の話をします。あれは7年前のことです。夫と11歳だった娘と3人で登りました。頂上まで登るときは、だいたい富士山の山小屋に一泊します。一晩山小屋で過ごします。高山病を防ぐためです。高山病は高い山の病気って書きます。高いところに行くと頭が痛くなったり気持ち悪くなったりするじゃないですか。あれのことです。富士山に登るときは5合目、だいたい2300メートルぐらいのところまでバスで行きます。そしてそこから登ります。実はその5合目の動画を撮りに一昨日富士山に行きました。紅葉が見たいなと思ったら5合目はもう雪がありました。今度ウォーク&トークの動画で出すので、できたらここにリンク貼りますね。まず5合目では1時間ぐらいブラブラして高さに体を慣らします。で、その日は10時ぐらいに5合目に着いて11時に出発しました。山小屋に着いたのが午後6時半でした。で、次の日は山小屋を朝の2時に出発しました。なぜかというと、富士山の頂上で昇ってくる太陽を見るためです。自分たちの位置が高いので太陽は下から上がってきます。山の頂上とか高いところから見るその朝日、太陽のことをご来光って言います。で、ご来光っていうのはとてもありがたいものです。だからみんなご来光を見るために朝早くに出発します。なのでもう真っ暗なんですけど、人の列がすごかったです。みんなここに電気をつけて登っていきます。夏だったんですけど、富士山は高いのですごい寒いんですね。たくさん着てったんですけど、風が強くてとても寒かったです。ご来光は本当に綺麗でした。で、私がそのご来光を拝む、よくご来光を拝むって言うんですけど、私がご来光を拝みながら考えていたことは、もう二度と登りませんということでした。喉元すぎれば暑さを忘れるということわざがあります。喉元っていうのはここ。で、熱いものを飲んだ時に、その時は熱いって思うじゃないですか。でも、時間が経つと暑かったことを忘れちゃいますよね。そんな風に、大変だった時のことを忘れちゃう。だから、またやっちゃうっていうことですね。それが、喉元すぎれば暑さを忘れるです。ことわざになるぐらいなので、みんなそうだと思うんですね。私もどれだけ大変だったのかをもう忘れちゃってるんです。でもあの時ご来光にもう二度と登りませんって誓ったことだけは覚えています。だから私はもう二度と登りませんが、皆さんが若くて体力があったらぜひ登ってみてください。私の娘も平気で登ってました。富士山は怖い場所とか危険な場所はないです。小学校3年生ぐらいなら登れます。ぜひ登ってご来光を見てみてください。富士山のブッセと富士山のビスケット。富士山があるのは静岡県と山梨県の間です。境目です。で、静岡はお茶で有名です。なので多分これはお茶なんですね。ここ静岡県の会社なので、だからお茶ですね。お茶の味がします。キットカットは桃の味ですね。富士山は静岡と山梨の間にあると言いましたが、山梨は桃で有名です。だから桃なのかもしれませんね。タイあられ。これタイって読むんですけど、これ魚ですね。ここにめでたいって、めでたいって書いてあるんですけど、めでたいのタイがこの魚のタイと音が一緒なので、タイはよくおめでたい席で食べます。おめでたい席というのは結婚とか入学とか
卒業とか合格したとか、そういう時ですね。さっきの彩の国埼玉と同じような言葉遊びですね。日本語ではこういうのがよくあります。これはわさび味のお菓子ですね。普通はお刺身とかお寿司にわさびは使いますが、お菓子のわさびも結構美味しいです。食べてみましょうか。おう、わさびだ。これは練りっちょソフトだそうです。これ、こうやって遊ぶことができるんです。これは、みこちゃんにあげるといい感じのものですね。このラーメンは、後でうちの息子が作って食べると思います。あと、まだまだいろいろ入ってますね。いろいろ入ってるので楽しめそうですね。桜子と東京トリート、リンク貼っておきます。初めての人は、ふみというクーポンコードで5ドル引きになります。はい、じゃあ今日の動画はここまでです。もし皆さんの周りで、彩の国埼玉の彩彩とか、めでたいと魚の鯛の鯛と鯛とか、そんな感じのものを見つけたら、ぜひ教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。またね。Thank you Sakurako and Tokyo Treat for sponsoring this video. I really enjoyed making this video. Have a great day everyone. See you soon in the next video.